BIC 企業よろず相談。今回は営業に自信がありませんというご相談をいただきました。営業の苦手な方っていうのは多いかもしれません。特に技術系で仕事をされている方、お客様となかなか接する機会がない方は、営業が苦手だとおっしゃる方も多いかもしれませんね。さて、その営業が苦手だというのは一体どうしてなんでしょうね。まず日頃から話があまり上手じゃないんですという方がいらっしゃいます。それからお客様、話し相手ですねの気持ちが読めませんということ、それから買っていただく、何かをお願いするという売り込みが苦手なんですという方もたくさんいらっしゃいます。こういった苦手意識の中から、営業の制約数が伸びない、だからさらにまた営業が苦手になってしまうということなんでしょうね。しかしこれは、営業ということを少し誤解しているから、こういったことになるのかもしれません。実は営業と販売というこの2つは実は大きな違いがあるんですね。一般的に営業は、売上を作る行為と売上を作る行動というふうに言われるわけですが、この売上を作るということ、これは販売をするということです。セリングということですね。ところが営業というのは、セールスです。そのセリングとセールス、これには実は非常に似て、実は全く違う要素があるんですね。販売セリングが売上を作ることだとすれば、営業セールスはお客様を作る行動ということになります。販売をすること、売上を作ることとお客様を作ることとは実は大きな違いがあります。お客様とは一体どんな方を言うのでしょうね。それはあなたとあなたの会社とあなたの事業をよく知っていただいている人、そんな人をお客様というふうに言います。それは単にあなたと面識があるとか、会社の名前を聞いたことがあるねというレベルではなくて、あなたがどんな人かということを知っていて、会社が何をしているのか、そしてどんな商品が、どんなサービスがどんなふうに展開されているのかということをご存知の方、これを潜在顧客というふうに言います。そしてその方々の中で、時期が来たり必要が生じた時には、お客様になっていただく、購入していただく、ご利用いただくという可能性がある方々を見込み客というふうに言います。そして一度最初に商品を買っていただいたりサービスを受けていただいた方々、この方々たちが新規客ということになるわけですね。そして何度も何度もご利用いただくと、これが固定客というふうになってくるわけです。こういったお客様を作ることというのが実は営業ということだということです。さて、皆さんもご存知かと思いますが、アップル社という会社があります。このアップル社は創業した1980年代にはですね、営業のことをエヴァンジェリストというふうに呼んでいました。いわゆる伝道師、物を売るというのではなく伝えるという仕事なんだということですね。そして今なおアップル社の中には伝道師と呼ばれる営業集団があります。そして薬剤関係では営業のことを MR、メディカルリプレゼンテーティブという言い方をします。これは医薬情報担当者ということですね。エヴァンジェリストにしても MR にしても、いわゆる商品を販売する、これが営業の目的ではないんだと。いわゆる情報を伝える、思いを伝える、これがまず第一に営業の柱なんだということを意味しているわけです。ではそのお客様を作るという行動、あなたとあなたの会社と、そしてあなたの事業をお客様に知っていただく、それにはどんな方法がいいのでしょうね。まず第一にあなた自身をアピールすることです。あなたはこんな考えを持って、こんな夢を持って、こんなことを考えながら今までこんなことをしてきて、今こうして起業をしています。あなた自身をお客様にアピールしましょう。そして次にあなたの会社です。会社としてはこんな会社が出来上がりました。
従業員にはこんな人たちがいます。この会社は社会にこんなことを影響を与えたいと思います。皆さんにはこんないわゆるサービスとか商品を提供したいと考えています。会社をアピールすることです。そして最後に商品やサービスを説明します。すなわち一番最初にあなた自身をアピールし、そして会社をアピールし、そのあなたと会社に信頼を得ることがとても重要なことです。その商品は最後になりますが、もしもあなたの会社をアピールすること、営業することに成功していれば、実は商品であってもサービスであってもいろんなものであっても、それはあなたの信頼によってどんなサービスでもお客様に受け入れていただくことができるわけです。ですからあなた自身のアピール、会社のアピール、この1番と2番が成功さえすれば、実は営業の 90% は成功しているんだということなんですね。ですから決して商品が売れなかったから実は営業が成功しなかったと、そういうことではないんだということです。起業を志す皆さんはあなたの思い、あなたの会社をもちろんいろんな方々にアピールすると思います。ですから起業を志す皆さんは必ず一流の営業なんです。これでもう営業が苦手だという人はいないでしょうね。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。